くりレ夢ムです。マリサだぜ。今回は、どんな小話かしら？レ夢ム、1960年代の日本で、世界の時計史に残る時計が次々に生まれたことを知ってたか？世界の時計史に日本の時計がちょっと大げさなんじゃないの？世界最高峰の制度に挑んだ日本。グランドセイコーね。本格ダイバーという新領域へ踏み出した日本。セイコーファーストダイバー6人いますね。時計の仕組みそのものを変えた日本。世界初の量産型クオーツウォッチアストロンね。全部1960年代の時計なんだぜ。それ、全部同じ時代なの？そうだぜ。今回は、日本の時計メーカーが世界へ挑み始めた、1960年代を解説していくぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。ヴィンテージ時計の魅力を、ゆっくりわかりやすくお届けしています。このチャンネルに興味を持ってくださった方は、ぜひチャンネル登録して、これからも一緒に時計の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。ゆっくりしていってね。1960年代の国産時計。その物語の始まりとして、絶対に外せない時計があるけどわかるかな？初代グランドセイコーね。そうだ。GS ファーストに関しては最近作った動画があるので、まだ視聴していない方はぜひ視聴してほしいぜ。さらっと宣伝するじゃない。今回は、GS ファーストの解説ではなく、1960年代の振り返りだからな。グランドセイコーの第1号だから外せないわよね。GS ファーストの凄さは、単にグランドセイコーの第1号、という話ではなく、世界への挑戦の第一歩なんだ。というと？なぜ1960年の日本で、これほどの高級時計を作ろうとしたのか、それを理解することで、この時代の国産時計の勢いを、感じることができるし、高度成長期の日本人の誇りとプライドも感じることができると思うぜ。みんなが将来に夢と希望を持っていた時代ね。終戦から1955年頃までの国産時計は、精度が悪い、壊れやすいというイメージを世界的に持たれていたぜ。そんな時代があったんだ。終戦直後から1955年頃まで国産時計の評価が低かったのは、単に日本の技術力が低かっただけではないんだ。戦争の影響？そうだ。終戦時、日本の時計産業は、腕時計の生産能力を約 60% 喪失するほど、工場や設備に大打撃を受けてしまったぜ。戦争は国も人も不幸にするわね。戦時中にスイスとの技術差が一気に開いたことも大きい。戦時中に？日本では、戦争中の約5年間、成功者やシチズンなどの主要工場は、軍の命令で爆弾の新艦や兵器部品の製造へ移行し、民間向けの腕時計や置き時計は事実上の製造禁止、大幅な縮小となり、技術開発の余裕は失われたんだ。戦時下の軍需工場化の話は聞いたことあるわ。だが、日本が止まっていた間にも、スイス時計は進化していた。戦争中なのに？永世中立国であったスイスは一般消費者向けの時計製造を継続できたんだ。この5年間の空白の間にスイスは、技術面でも市場シェアでも他国を圧倒し、世界の時計市場で事実上の独占状態を築き上げたんだよ。本当に戦争なんか絶対にしちゃダメね。戦後しばらくは、作れば売れる状態が続いたらしい。戦後復興ね。だが、設備、材料、技術は十分に回復していないから、生産量は増えたが、品質は戦前より低下してたみたいだ。安かろう悪かろうのイメージになっちゃった原因かもね。この頃までは、スイス時計が品質のお手本だったぜ。日本の国産時計にとっては、暗黒時代だったのね。そして転換点となったのが、1956年のマーベル登場だ。マーベルの名前は、私も聞いたことあるわ。実は、私が今一番興味を持っているのがマーベルなんだ。そうなの？セイコー初の完全独自設計による機械式腕時計の誕生だ。ここからグランドセイコーに繋がっていくのね。基本性能の追求により、狂わない、壊れない、美しい、という腕時計の原理原則に回帰した記念碑的なモデルだ。戦後復興も進んで余裕が出てきたのね。国内制度コンクールでは敵なしで上位を独占。おー、さすがね。1957年の米国時計学会の腕時計コンクールでも、マーベルが男性用腕時計部門でスイスをはじめとする外国品を抜いて、第1位にランクされ、驚異の時計と称賛を浴び、当時の国産品は精度が悪い、壊れやすい、というイメージを払拭していくことになったモデルなんだ。自信になったでしょうね。スイスに対抗できる自信も確信に変わっただろうし、世界に挑戦するモチベーションも上がったと思うよ。1960年代の躍進に向けて、準備が整ってきたわね。そして、日本の本気が始まる。これが全ての始まり？そう。1960年に誕生した初代グランドセイコーだ。ここまでの話を聞いていたら、オーラを感じてしまうわね。
前年に株式会社諏訪成功社として正式に発足した、諏訪成功社の技術者たちの執念が形になった高級腕時計だ。性能もすごいのよね。手巻き式キャリバー3180は、当時の国産最高級クラスで、国産初のクロノメーター級モデルと言われているぜ。さぞかしお高かったんでしょうね。当時の価格で、2万5000円。安く聞こえるけど、当時と今では物価も違うわね。国家公務員上級の初任給が約1万2000円だったみたいだ。倍以上じゃない。ラーメン1杯40円、山手線の初乗りが10円だったらしいぜ。当時の日本が、高級腕時計を本気で作ったのがわかるわね。そして、豪華な時計を作っただけでなく、時計としての性能も当時、最も高精度なスイス公認ほど検定局による、クロノメーター規格と同等の精度を実現した時計なんだ。高級層に見せるだけじゃなくて、中身まで本気だったのね。1960年、日本は国産最高峰の腕時計を世に送り出した。これが日本の本気ってことね。いや、まだ始まったばかりだぜ。それからわずか5年、日本の時計は、全く別の世界へ踏み出すことになる。全く別の世界って、海？そうだ、1965年、セイコーは日本初のダイバーズウォッチを世に送り出した。ろくにいますね。私の大好きな時計でもあるぜ。よくつけているわね。この夏、一番使用率が高い時計だよ。そんなに気に入っているんだ。でも、1960年代の日本で、どうしてこんな本格的なダイバーズウォッチを作る必要があったのかしら？そこがすごく重要なんだ。当時は海洋調査や潜水作業など、腕時計に求められる環境そのものが広がり始めていたんだ。150メートル防水って、今ならもっと数字の大きい時計もあるわね。そうだな。でも重要なのは2026年の基準で見ても意味がない。1965年の国産時計として、そこへ挑んだことに意義があるぜ。世界と比べて日本のダイバーズウォッチはどうだったの？世界では1950年代前半、すでにダイバーズウォッチの開発競争は始まっており、日本は大きく出遅れていたぜ。世界はそんな前から開発を始めていたのね。世界を見ると、ロレックスのサブマリーナーは1953年に登場し、100メートル防水と回転ベゼルを備えて発売されていた。ロレックスのサブマリーナーは、みんな知ってるモデルね。ブランパン、フジーファゾムスも1953年前後に登場し、現在のダイバーズウォッチにつながる基本構成を確立している。日本は大きな出遅れをしちゃって、追いつけないんじゃない？だが、1965年に620マスを発売してからの成功は、ここからの10年間で驚異の急成長を遂げていくんだ。そんな漫画みたいな奇跡が起きるの？620マスもダイバーズウォッチとしてだけではなく、1966年から南極地域観測隊の越冬隊員に装備品として、極寒の過酷な環境でその高い信頼性と高さを証明した。海だけじゃなくて、南極。国産ダイバーズは、極限の環境でも使われる時計へと、目覚ましいスピードで世界を追いかけ始めたんだ。確かに、ここにも日本の本気が伝わってくるわ。1967年には、たった2年で300メートルダイバーズを発売。一気に倍の300メートルダイバーズに進化しちゃったの？それでも成功は止まらない。1968年に、広島県のプロダイバーから届いた一通の手紙がきっかけで、プロフェッショナル600の開発に着手する。どんな内容だったの？潜水カプセルを使って350メートルの深海で作業をするダイバーです。ガチのプロフェッショナルなお方じゃない。350メートルの海底に潜るにあたって、潜水する前の加圧は短時間でできるのですが、潜水を終わった後は減圧用のカプセルに入って徐々に減圧をする必要があります。プロフェッショナルが現場の状況を説明している内容ね。海底での作業は極めて厳しく、記者の現在の300メートル仕様の潜水用腕時計では、使用に耐えないのです。思いっきりダメ出しされちゃったのね。防水性に万全を期すため、スイスにも例のなかったワンピース構造を採用し、ガラス部には水分を完全に遮断する特殊硬化処理の無機ガラスを採用した自信作で、手紙の内容は開発陣にとってにわかには信じられなかった。今までの自信とプライドが崩れちゃわないか心配ね。と、ここからは別の動画で詳しく解説したいと思うぜ。続きが気になるじゃない。今回は時計の紹介動画じゃないからな。詳しく紹介したら60分を超えそうだ。それは視聴している人がゼロになっちゃうわよ。実は、この動画はまだ中盤ぐらいなんだよ。なんか言ったかしら？なんでもないぜ。とにかくその一通の手紙から7年間の開発期間を経て、世界初のチタンケースと、ガイドプロテクター構造を持つ、本格的飽和潜水用防水ダイバーズウォッチが誕生したんだ。クレームにもへこたれず、問題を解決したのはすごいわ。
プロフェッショナル600の開発にも、あの伝説の人が開発リーダー兼デザイナーだったんだけど、またの機会な。気になって仕方ないけど、次の話に移りましょ。ここからは、世界との精度競争に挑んだ話だ。国産時計の品質が上がったのは分かったけど、世界一は、やっぱりスイスだったんじゃないの？そうなんだ。そこでセイコーは、ついに世界最高級の時計を本気で目指すことになるのが1960年代に入ってからなんだ。その急先鋒がグランドセイコーね。1960年12月18日、初代グランドセイコー誕生。当時のスイスのクロノメーター優秀規格と同等の厳しい社内検定を行い、それをクリアした個体だけが発売された。スイスを意識しているのがビンビンに伝わってくるわね。搭載されたキャリバー3180にも、大型点話や微動緩急調整機構など、高精度を狙った技術が投入されていた。スイスに勝てるかもしれないと思ったでしょうね。国産時計でも世界と戦える、その意志を形にしたのが、グランドセイコーだったんだよ。マーベルが国内のコンクールで敵なしだったんだから、初代グランドセイコーなら世界でも戦えるはずよね。当時のセイコーの人たちもそう考えていたと思うよ。やっぱり。1964年、スイスのヌーシャテル天文台コンクールに、第2成功者、諏訪成功者が共に初参加したんだ。スイスに乗り込んでいったのね。すごい決意を持って海を渡ったと思うよ。成績はどうだったの？惨敗だ。これは予想できませんでした。諏訪成功者の最高は144位、第2成功者の最高は153位、入賞ライン 7.5 点にも届かず、検定に合格すらできなかった。日本では敵なしだったのに、なんでダメだったのかしら？簡単に言えば、初めての挑戦でノウハウがなかったことだな。というと？初年度は日本で調整した時計を空輸で運んだんだけど、空輸している段階で誤差が生じてしまっていたみたいだ。コンクールの前に勝敗はついちゃってたのね。温度差、姿勢差、ゼンマイがほどけるにつれて生じる誤差まで、限界まで落とし込んだ精度競技専用機の世界だからな。初挑戦の成功は、その壁の高さを思い知らされたのね。1964年は、東京オリンピックで世界に成功の名を知らしめた年でもあったから、激動の年だったと思うよ。コンクールの結果は、ショックだったでしょうね。だが、当時の日本人は、一度の失敗でへこたれたりはしない。リベンジするのね。ここから成功の猛追が始まるぜ。数年ですごく順位を伸ばしているじゃないの。1967年、第2成功者は4位、シリーズ賞では第2成功者2位、諏訪成功者3位だ。たった3年で、世界のトップクラスに肩を並べたの。日本の本気度が伝わってくるだろ。ちなみに、1967年の1位はどこだったの？オメガが1位から3位を独占したぜ。すごいわね。しかも、オメガと成功で上位を独占じゃない。だが、これがいけなかった。どうして？ここで一気に勝ち切る必要があったんだ。意味がわからないわ。ヌーシャテル天文台コンクールが、中止になった。待ってよ、冗談でしょう。世界一は、もう手の届くところまで来ていた。来年こそはって、みんな思ってたはずよ。頂点を狙って準備を進めていた技術者たちにとっても、思いもよらない知らせに落胆と無念の思いがあったはず。理由は何なの？公式では、クォーツ式時計の台頭に伴う、審査基準やカテゴリーの抜本的な見直し、という説明になっている。それは一理あるようにも聞こえるわね。日本に、世界の頂点の座を奪われることを、スイスの主催者側が恐れたという噂もある。そんなのずるいじゃない。真相は闇の中だけどな。成功の人たちは落ち込んだでしょうね。いや、その悔しさを倍返しするぜ。嘘？舞台をジュネーブへ移し、ついに世界最高峰へ挑むぜ。ちょっと待って、4位から10位まで全部成功？その通りだ。でも、4位ってことは、世界一じゃないんじゃない？そこがこの結果の面白いところなんだ。意味がわからないわ。1位から3位を占めていたのは、スイスの CEH が出品した推奨時計、つまりクォーツ式時計なんだ。CEH？サントルエレクトロニックオルロジェの略で、スイスのヌーシャテルにある電子時計研究センターの名前なんだ。スイスの研究センター？ 1968年のジュネーブ天文台コンクールでは、この CEH の推奨時計が1位から3位を占めた。つまり、成功が負けた相手は従来の機械式時計ではなく、次世代の推奨時計が相手だったということ？機械式腕時計としては、成功が上位を独占したぜ。クォーツ時計じゃ相手が違うわね。土俵が違うと言っていいと思うよ。コンクールの見直しも、建前はクォーツのせいにしてたわね。まあ、この後成功は同じ土俵でさらなる逆襲を行うけどな。アストロンの登場ね。の、前に話さなければならないことがある。何よ、せっかく盛り上がってきた時に。
天文台コンクールで合格したムーブメントをどうしたと思う？すごく貴重なものだから、セイコーミュージアムに展示されたり、セイコー本社の金庫に厳重に保管されてたりするんじゃない？セイコーミュージアムに展示されているのは当たりだ。残りはどうしたの？天文台クロノメーター検定合格モデルとして販売した。頭おかしいんじゃないの？イカれてるよな。さぞかしお高かったんでしょうね。当時の価格で、金無垢モデルが18万円だ。安いように聞こえるけど、当時としてどうなの？同じ金無垢ケースを使用した 45GS が14万円で販売されてたから、4万円差で買えたことになるな。やっぱりイカれてるわ。しかも、保証登録が完了すると、セイコーから所有者に入社テル天文台の証明書が交付され送られてきたぜ。神対応じゃない。検定に合格したムーブメントを使った腕時計が市販されることは、世界的にもほとんど類例のないことみたいだ。それはそうでしょうね。つまり、世界と競った技術がちゃんと市販時計になったのね。そういうことだ。日本の機械式時計は、ついに世界最高峰へたどり着いた。じゃあ、この先はさらに精度を上げていくの？ところが、次にセイコーがやったことは、機械式をもっと磨くことだけじゃなかった。機械式時計の頂点に立っただけでは満足せず、精度の頂点を目指して、時計の仕組みそのものを変えるんだ。クォーツ時計の時代が来るのね。1969年12月25日、セイコークォーツアストロン 35S9 が発売される。ついにこの時が来たのね。スは成功社で開発されたそのムーブメントの精度は、日差プラスマイナス 0.2 秒、月差プラスマイナス5秒。それって、どれぐらいすごいの？従来の機械式時計と比べて、約100倍の精度だ。その圧倒的なクオリティは、時計業界にも、非常に大きな衝撃を与えたと言われているぜ。それはそうでしょうね。当時の初代アストロンの価格は45万円で、1966年に発売されたトヨタカローラ E10 が1台約43万円だった。当時の車と同じぐらいの価格で販売されたの。そうだよ。さすがに高すぎて、売れなかったんじゃないの？それが、発売から1週間以内に100本が売れたらしいよ。初代アストロンのデザインは、当時としては異例の社内コンペで決まったらしいぜ。売るためには、デザインも重要よね。金無垢ケースという条件は決まっていて、その中で高級に見えること、スリムに見えることを意識しつつ、オーソドックスなデザインを目指して考案したみたいだ。セイコー天文台クロノメーターにも負けてない豪華さね。当時は、クォーツ時計という新時代の幕開けだから、機械式よりクォーツの方が上という意識もあったかもな。開発した人たちの思いは、特にそうでしょうね。この医療は、世界中でも話題になり報道され、アメリカのニューヨークタイムズに掲載された記事が残っているぜ。なんて書いてあるのかしら？正確さを誇る日本のクォーツ腕時計という見出しだよ。世界的にも評価された医療ということね。セイコーのすごいところは、開発したことだけじゃないんだ。どういうこと？セイコーは、その開発で生まれた数多くの特許を公開した。せっかく開発したのに、独り占めしなかったの？音差型の推奨振動子、1秒ごとに針を動かすステップ運針、そして小型化を可能にしたステップモーター。世界のメーカーがこれらの方式を採用したことで、セイコー方式はクォーツ腕時計の世界標準になったぜ。企業としても素晴らしいわね。そして開発競争が始まると、クォーツ時計は急速に小型化、高精度化、そして低価格化していき、かつて45万円もしたクォーツ時計が、やがて誰もが手にできるものになったんだ。セイコー最高。つまりセイコーが世界に広めたのは、クォーツ時計だけではなく、誰もが正確な時間を持てる時代、そのものだったんだ。なんか、感動しちゃったわ。しかし、クォーツ革命にはもう一つの側面があったんだ。クォーツショックね。クォーツ時計は、機械式時計とは比較にならないほど高精度で、しかも大量生産によって急速に安くなった。価格競争にも拍車がかかるわね。その大波をまともに被ってしまったのが、長年世界の時計産業をリードしてきたスイスだったことは皮肉なことだな。そんなに大打撃を受けたの？1970年頃、スイスの時計産業ではおよそ9万人が働いていたとの資料がある。すごい数ね。ところが、クォーツ時計が世界市場を席巻し始めると、1980年代半ばにはその人数が約3万人まで減少した。働く人の約3分の2が時計産業から姿を消したってこと？時計会社の数も、およそ1500社以上から、500から600社程度にまで、減少したらしい。クォーツショックって、言葉以上に衝撃的なことなのね。機械式時計を作っていたメーカーだけではなく、ムーブメント、ゼンマイ、ケース、文字盤などを作る関連企業まで巻き込まれ、スイス時計産業全体が揺らいだ出来事だったんだ。スイスにとっては生き残りをかけた危機でもあったのね。
コンクールの時は悔しかったけど、かわいそうになっちゃった。しかし、スイス時計産業はここで終わらなかった。でも、ここでは話をしないけど。ちょっと、変に煽ってやめたら気になるじゃない。日本の本気から、話がそれすぎてしまうだろ？それは、そうね。でも、こんなに長く主張している人はいないと思うから、独り言でつぶやく感じでも全然大丈夫かもしれないわよ。そうかな？じゃあ。冗談よ。剛さんの話が面白いから、長時間主張してもらえるのよ。1時間以上主張してて、全然長く感じないもんな。マリサには無理だからやめときなさい。はい。最初は、世界に追いつこうとしていたんだよね。そうだ、でもここまで見てきた通り、日本の時計は追いついただけじゃなかったんだ。1964年、ニューシャテル初挑戦では、諏訪成功者144位、第2成功者153位と返り討ちにあった時は心配したわ。それが1968年のジュネーブでは、機械式で最高位まで上り詰めた。世界との差を知り、技術を磨き、そして世界最高峰に。映画にできるぐらいのストーリーだよな。制度だけではなく、南極や深海という過酷な現場にも挑み、現場で働く人たちの願いも叶えていったのよね。制度、耐久性、実用性で、実際の現場で働くプロフェッショナルたちの役に立ったんだ。そして、世界初の市販クォーツ腕時計、クォーツアストロン 35S9 を発売。歴史に残る偉業だよ。とうとう時計の仕組みそのものまで変えちゃったわね。そうだ、何百年も続いてきた機械式の常識に、全く違う答えを出し、世界をも変えてしまった。成功のクォーツ方式は、やがて世界のクォーツ時計の基本的な方式へと広がっていったことも素晴らしいわね。クォーツ技術を独占せず、開発で生まれた数多くの特許を公開した経営判断もすごいよ。国産時計は精度が悪い、壊れやすい、から始まって、世界最高峰の精度、過酷な環境で使える実用性、世界初の技術まで、ものすごい速さで駆け上がったのね。かつて世界に遅れていると見られていた日本の時計。しかし1960年代の終わりには、日本製だから選ばれる、という時代が始まろうとしていたのは歴史も証明している。時計に限らず、電化製品なんかもそうよね。日本製の質が高かったことは、今じゃ常識だったよな。結局、日本がスイスに勝ったって話なの？それだけで終わらせると、この話の面白さを見失うぞ。というと？スイスがあるから、日本も本気になれたし成長できたんだよ。日本が世界を変えたし、日本も世界と競争することで、目覚ましい速さで進歩していくことができたわけね。ライバルの存在が、日本の本気を引き出したんだ。今回の小話はいかがでしたか？この動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひチャンネル登録&高評価をお願いいたします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、お時間がある時にもう一本視聴していただけますと、動画制作の励みになるので嬉しいです。動画の感想や購入報告もコメントに残していただけると、交流ができて動画制作のモチベーションにつながります。ご視聴ありがとうございました。